こんにちは。あなたは人生を根本から変える可能性を秘めたとてもパワフルな概念って何だと思いますか？それは実はとてもシンプルで、私たち一人一人の人生に大きな影響を与える概念となるパラダイムシフトです。このパラダイムシフトという言葉、最近耳にすることが多くなってきた言葉かもしれませんね。でも、あなたはどんな意味か知っていますか？聞いたことはあるけれど、なんとなくどんな意味だろうという人もいらっしゃるのではないでしょうか？この動画では、ちょっと難しそうに聞こえるこのパラダイムシフトについて、わかりやすくお話ししていきます。あなたも、この動画を見終わる頃には、パラダイムシフトが何なのか、そしてそれがあなたの人生をどのように豊かにできるのか、きっと理解できるはずです。今回のナビゲーターは、ビームの道です。皆さんの人生を根本から変える可能性を秘めた、とてもパワフルな概念のお話になりますので、ぜひ、最後までゆっくりとご覧ください。セクション1、パラダイムシフトの定義。パラダイムシフトを理解するために、まずはパラダイムという言葉の意味から見ていきましょう。パラダイムとは、私たちの思考や行動の枠組みのことです。つまり、世界を理解し、解釈する際の基本的な見方や考え方のことを指します。私たちは皆、自分なりのパラダイムを持っています。それは、幼少期からの経験、教育、文化、そして周囲の環境などによって形成されます。例えば、成功とは高い地位を得ること、幸せは物質的な豊かさにある。人間関係は利害関係、仕事は義務といった考え方も、すべてパラダイムの一部です。では、パラダイムシフトとは何でしょうか？パラダイムシフトとは、これまでの見方や考え方を根本的に変えることです。つまり、物事を見る新しい視点や方法を獲得し、それによって行動や思考のパターンが大きく変わることを意味します。例えば、歴史上の大きなパラダイムシフトとしては、地球中心の宇宙観から太陽を中心とする宇宙観への転換がありました。これにより、人々の世界観が劇的に変わりました。しかし、パラダイムシフトは日常生活でも起こります。例えば、運動は苦痛と考えていた人が、運動は楽しみと感じるようになる変化も、パラダイムシフトの一つです。重要なのは、パラダイムシフトが単なる考え方の変化以上のものだということです。それは、私たちの行動、感情、そして人生の質にまで影響を及ぼす強力な変化なのです。パラダイムシフトは、時に困難を伴うこともありますが、同時に大きな成長と新たな可能性をもたらします。この動画を通じて、皆さんも自分自身のパラダイムに気づき、必要に応じてシフトする方法を学んでいきましょう。セクション2、日常生活におけるパラダイムの例。パラダイムは私たちの日常生活のあらゆる場面に存在します。具体的な例を見ていくことで、より理解を深めていきましょう。パラダイムは主に、思考パターン、信念システム、そして行動習慣という3つの形で現れます。これらは互いに密接に関連し合い、私たちの人生全体に影響を与えています。まず、思考パターンについて考えてみましょう。これは、私たちが物事をどのように捉え、どう解釈するかという習慣的な思考の流れです。例えば、失敗は避けるべきものと考える人と、失敗は成長の機会と考える人では、同じ状況でも全く異なる行動をとるでしょう。前者は失敗を恐れて新しいことに挑戦しづらくなりますが、後者は積極的に挑戦し、そこから学びを得ようとします。次に、信念システムについて見ていきましょう。これは、私たちが真実だと信じている考えの集合体です。多くの場合、無意識のうちに形成され、私たちの決断や行動に大きな影響を与えています。例えば、お金は限られているという信念を持つ人と、豊かさは無限にあるという信念を持つ人では、経済的な選択が大きく異なります。前者は節約や倹約を重視しがちですが、後者は投資や新しい挑戦に積極的かもしれません。最後に、行動習慣を見てみましょう。これは、私たちが日常的にとっている行動のパターンです。多くの場合、無意識のうちに行われており、私たちの生活の質を大きく左右します。毎朝瞑想をする習慣がある人と、スマートフォンをチェックすることから一日を始める人では、一日の過ごし方や心の状態が違ってくるでしょう。これらのパラダイムは、私たちの人生の質を大きく左右します。重要なのは、自分のパラダイムに気づくことです。なぜなら、気づかないうちに、これらのパラダイムが私たちの可能性を制限していることがあるからです。自分のパラダイムに気づき、必要に応じて変更することで、より豊かな人生を送ることができるのです。皆さんも、自分の思考パターン、信念システム、行動習慣を振り返ってみてください。そこにどのようなパラダイムが隠れているでしょうか？そして、それらのパラダイムは、あなたの人生にどのような影響を与えているでしょうか？セクション3、パラダイムシフトが重要な理由。
では、なぜパラダイムシフトが重要なのか、その理由について見ていきましょう。まず第一に、パラダイムシフトは個人の成長と発展を促します。私たちは往々にして、自分の既存のパラダイムの中で物事を考え、行動しがちです。しかし、パラダイムシフトを経験することで、これまで気づかなかった自分の可能性に気づくことができます。例えば、自分には才能がないと思い込んでいた人が、才能は努力によって育てられるというパラダイムシフトを経験すると、新たな挑戦に踏み出す勇気を得られるでしょう。第2に、パラダイムシフトは新しい可能性を発見する扉を開きます。私たちは自分のパラダイムの範囲内でしか物事を考えられないことが多いのです。しかし、パラダイムシフトを経験することで、これまで思いもよらなかった解決策や機会が見えてくるようになります。例えば、仕事は生計を立てるためだけのものというパラダイムから、自己実現の手段でもあるというパラダイムにシフトすることで、キャリアに対する新たな可能性が開けるかもしれません。そして第3に、パラダイムシフトは人生の質を向上させます。私たちの人生の質は、多くの場合、物事をどのように捉え、どのように行動するかによって決まります。パラダイムシフトを通じて、より建設的な思考パターンや行動習慣を身につけることで、日々の生活がより充実し、幸福度が高まるのです。例えば、ストレスは避けるべきものというパラダイムから、ストレスは成長の機会でもあるというパラダイムにシフトすることで、困難な状況への対処の仕方が変わり、精神的な強靭さが増すかもしれません。つまり、パラダイムシフトは私たちに成長の機会を与え、新たな可能性を開き、そして人生の質を向上させるのです。それは、単なる考え方の変化ではありません。それは、あなたの人生全体を変革する力を持っているのです。皆さんも、自分の人生の中でパラダイムシフトの機会を探してみてください。その機会とは、新しい考え方に出会った時や、予想外の経験をした時、あるいは困難な状況に直面した時かもしれません。そういった機会を生かし、自分のパラダイムを意識的に見直し、必要に応じて変更していくことで、より豊かで充実した人生を送ることができるでしょう。セクション4、パラダイムシフトの具体例。パラダイムシフトをより深く理解するために、ここで具体的な例を見ていきましょう。まずは歴史上の大きなパラダイムシフトから始めます。16世紀の革命的なパラダイムシフトが、コペルニクスによる地動説の提唱です。地球中心から太陽中心への宇宙間の転換は、人間の宇宙における位置づけを根本的に変え、科学的思考の基礎を築きました。18世紀末から19世紀にかけての産業革命も大きなパラダイムシフトでした。手作業中心の生産から、機械による大量生産への移行は、労働のあり方、経済構造、さらには社会全体を根本から変えました。20世紀に入ると、アインシュタインの相対性理論が、時間と空間に対する私たちの理解を一変させました。これは物理学だけでなく、哲学や芸術にも大きな影響を与えました。近年では、インターネットの普及が、情報へのアクセスや、通信のあり方に関する私たちのパラダイムを劇的に変えました。ビジネス、教育、人間関係など、社会のあらゆる側面に影響を与えています。また、個人レベルでも、日常生活の中で様々なパラダイムシフトを経験することがあります。例えば、長年デスクワークをしていた人が、突然自分の情熱を見出して、起業する。このケースは、安定した仕事が幸せをもたらす、というパラダイムから、自己実現こそが本当の幸せ、というパラダイムへのシフトです。他には、長年ダイエットに苦しんでいた人が、食事制限から健康的な生活習慣の構築へと考え方を変えるケース。これは、体重を減らすことが目的、というパラダイムから、全体的な健康と幸福を追求する、というパラダイムへのシフトです。教育の分野でも、コロナ以降は、学習は学校で行うもの、というパラダイムから、学習はどこででもできる、というパラダイムシフトが起こっています。これらの例からわかるように、パラダイムシフトは社会全体から個人の生活まで、様々なレベルで起こり得ます。そして、それぞれのシフトが新たな可能性を開くきっかけとなります。皆さんも自分の人生を振り返り、これまでにどのようなパラダイムシフトを経験してきたか、そして今後どのようなパラダイムシフトが必要かを考えてみてください。セクション5、パラダイムシフトを起こす方法。では、実際にパラダイムシフトを起こすにはどうすればよいでしょうか。ここから、パラダイムシフトを起こす大切なポイントを4つに絞ってお伝えします。まず1つ目は、瞑想やマインドフルネスの実践を継続して行うことです。これはパラダイムシフトを起こす基本となる実践であり、最重要ポイントです。この実践で、思考パターンを客観的に観察し、新しい視点を受け入れる柔軟性を養います。次に、2つ目は、自己認識を高めることです。
自分の思考パターンや信念を客観的に観察することで、現在のパラダイムに気づくことができます。そのためには、瞑想だけでなく、ジャーナリングも効果的です。3つ目は、新しい経験を積極的に行うことです。これまでのコンフォートゾーンを出て、新しい環境や活動に触れることで、新たな視点を得られます。そして4つ目は、異なる視点を持つ人々との交流をすることです。多種多様な価値観や考え方に触れることで、自分のパラダイムを相対化し、新しい視点を取り入れやすくなります。これら4つの方法を意識的に実践することで、パラダイムシフトの準備が整います。重要なのは、オープンな心を持ち続けることです。変化を恐れず、新しい可能性を探求する姿勢が、パラダイムシフトへの扉を開きます。また、パラダイムシフトは一朝一夕には起こりません。忍耐強く、継続的に取り組むことが大切です。セクション6、パラダイムシフトの実践エクササイズ。さて、ここまでの内容を踏まえて、実際にパラダイムシフトを体験するための簡単な方法をご紹介します。これは、21日間の新しい習慣チャレンジという方法です。科学的には議論の余地がありますが、新しい習慣を形成するには、約21日かかると言われています。この期間を利用して、小さなパラダイムシフトを起こしてみましょう。では、具体的な手順を見ていきましょう。まず、自分の生活の中で変えたいと思っている思考パターンや行動習慣を一つ選びます。例えば、朝は苦手という思い込みを変えたいとしましょう。次に、その思考や行動を置き換える新しい習慣を設定します。例えば、毎朝6時に起きて5分間の瞑想をするといった具体的な行動を決めます。そして、この新しい習慣を21日間継続して実践します。毎日の進捗を記録し、変化を観察しましょう。これに取り組む目的は、単に新しい習慣を身につけることだけではありません。それ以上に、自分の思考や行動パターンを意識的に変えられることを体験し、より大きなパラダイムシフトへの自信を得ることなのです。さあ、今すぐにでも始められるこの方法をチャレンジしてみてください。21日後、きっと新しい自分に出会えるはずです。さて、ここまでパラダイムシフトについて深く探ってきました。ここで、重要なポイントを振り返ってみましょう。まず、パラダイムシフトとは、私たちの思考や行動の枠組みを根本的に変えることです。次に、パラダイムシフトは個人の成長、新しい可能性の発見、そして人生の質の向上をもたらします。そして、パラダイムシフトを起こすには、瞑想を実践し、自己認識を高め、新しい経験を積み、多種多様な視点に触れることが重要です。これらのポイントを意識し、日々の生活の中で実践していくことで、徐々にパラダイムシフトを体験できるでしょう。では、パラダイムシフトが皆さんの人生にもたらす変化について考えてみましょう。パラダイムシフトは、あなたの人生に新しい可能性の扉を開きます。これまで不可能だと思っていたことが、可能になるかもしれません。困難に直面したとき、これまでとは全く異なるアプローチで問題を解決できるようになるかもしれません。そして何より、自分自身と世界をより深く理解し、より豊かで充実した人生を送ることができるでしょう。パラダイムシフトの旅は、決して終わることはありません。常に新しい視点を探求し、成長し続ける姿勢が大切です。この動画がきっかけとなり、皆さんがそれぞれの人生でパラダイムシフトを体験し、より豊かな生活を送れることを願っています。これで今日の動画は終わりになります。皆さん、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんにとって、パラダイムシフトという概念がより身近なものになり、自身の人生に活かせるヒントを得ていただけたら幸いです。これから、私たちミームは、潜在意識で理想の現実を引き寄せる、ヒントやアイデアをシェアしていきます。ぜひ、チャンネル登録といいねボタンで応援お願いいたします。また次回の動画でもお会いしましょう。